こんにちは、 SBFJ 利根川です。今日は朝から釣りをしていましたが、くじけてしまいました。この時期でも簡単に釣れる場所に行ったら朝試合の場所なのに釣れず、片付けをしている時に常連の方も来ましたが、話を聞いていたら今季はすこぶる調子が悪いそうで、うどんを食べていろいろ考えながら車を走らせていたら、気づけば利根川、地元の池にたどり着いていました。釣れなくてどっと疲れてしまったので、せっかくですから地元でのんびり竿を出しましょう。慈恩寺親水公園の美味しい水を確保。餌は芋わたしんべらグルテン底です。芋わたしんべらグルテン底。このわたグルはもちグルが発売した時に入れ替えてみようと思います。これをもちグルに、これわたグルですけどね、これはわたグルですけども、どんな感じになるのかな。とりあえず今日はいつも通りの餌を作っていきましょう。25、75、パラパラ。コンパクトタオルは吸水済み、すぐ絞れます。なぜならば使用済みだから。ということで、ここにはグルテンを混ぜておきました。水を100、よいしょ。ぐるぐるぐるグルテンぐるぐる、ちょっと焦るな。よし、給水。道糸 1.5 号の12尺の仕掛けを確保。よいしょ。浮きは水路用の細身の中くらい、細身つったって太いですけどね、このボディ6センチにしましょう。じゃあとりあえず1投目ということでよろしくお願いします。はい、よいしょ。花取りは適当なので何目も2目までいくでしょうか。とりあえずさあ、ちょっとピントがポケてるな。ちょうどいいんですよね。ほらほら、ちょっとまあちょうどいいと、馴染みすぎたかな。まあ風で絞ってるから、もうちょっとあれか。勝利のかりんとうをいただきます。買って知ったる地元の池、完全に油断して完全に油断していました。水深が全然違っていましたね。反省。釣りを開始してから42分、浮きが動きます。おー、触りましたよ。思わず下方向に触ったんで手が出ちゃいましたけど、触りましたよ。時を同じくして右側でやっている常連さんがヒット。朝からやっていてようやく浮きが動いたと喜んでいました。さっきの魚なのかは分かりませんが、生き物の正体は分からないままどこかに行ってしまって、1時間バッグの中のものを取り出して両手を離したまま浮きを眺めていると、手を伸ばした時には遅かった。やってしまった。魚っ気がそんなにないからって油断してました。食ってたのかな。餌が動いてその分浮きが上に上がってきて流され始めましたね。間違いなく餌の玉っころを触りました。そうそう、餌は最初いつもの両グルでしたが、最初の1時間は流れが強く、両方の針を底につけてもじりじり流れてしまうので、上の針をアンカーにするため比重の重いシンカーを投入。ついでに寄せちゃいます。でもそれでもダメだったので、さっきもらった昨日釣れたという餌を使います。激グルニンニクがいいっちゅう話なので、激グルニンニクを使います。ちょっと柔らかめになってしまいましたが、
グルテン繊維が強いのでどうだ。お、動いてまた手が出なかったけどまだ食ってそう。食ってた。おお、食ってた。食ってんのかな。食ってる。油が食ってる。ああ、回ってただけでしたね。30ありますね。30ちょいのマブナさんが釣れました。上から馴染んでいく時に食ってたような気がします。当たりを見逃してしまって2発目の当たりで、2発目の当たりっていうかずっと食ってたんでしょうね。ひったくっていたような感じだと思います。激グルニンニクなのか。続行。マブナだって釣れたら嬉しい。竿が曲がってなんぼですよ。さっきのヒットから20分後、全く動いていなかった浮きに触りが出て、浮きが煽られてドキドキワクワク。それにしても今年に入ってから管理ノズリ問わずどこもやばくないですか。例年なら釣れているポイントが釣れていなくてもう地獄ですよ。うわ、1回目の当たりだったか。釣りに行ってる方なら分かってくれると思うんですけど、もしかして他の地域は違うんでしょうか。皆さんの地域はいかがでしょうか。どうですか、釣れてますか。浮きがさっぱり見えません。もうこっからだとあんな感じでただの黒い棒なので、これを見て、この画面を見て判断しています。見えるでしょうか。倍率は6倍、デジタルのスコープです。で、なんか当たりそうなんですよね。カメラの画面を見ながらスマホの画面を見る二段構えです。これなんかふわついてるんですよ。開けたな。開けたな。カメラで見るとびっくりするぐらい見えますね。あの後 3,4 分しても浮きが動かなかったので餌を打ち返して次の一投です。当たった今。糸ずれっていうか糸ずれでしたね。ズロっていきました。さっきからあんな感じで魚はいるんですよ。魚いるんだよね。います。16時半、釣りができるのはあと30分くらいでしょうか。触りだけなのか、あれが当たりなのか。今更ながら今日の竿は風切り12尺、ミチ糸がナイロン 1.5 号、ハリスは 0.8 号、針のサイズは上下ともにセッサの5号、上33センチ、下40センチです。あまり反応がないようならハリスを伸ばすにしては水深も浅いし、針のサイズを小さくしようにも流れがあったので難しいところ。利根川の右側でやっていた方は片付けを終えて迎えに来たご家族と池をぐるっと散歩しに行ってしまいました。つまりこの慈恩寺親水公園、この池で釣りをしているのは利根川一人。浮きが見えにくいのでビデオカメラを眺めていると動きます。今の分かんなかったな。ズズズズズって入ってました。あ、擦れてんのかなこれ。食ってっかな擦れてるかな、どっちだ。でも素直に上がってきたから食ってるかな。食ってる。俺がずっといたのかな。食ってる。うわ、これだ。やった。
魚持ってしますか。やったね。マブラさん、マブラさんが釣れました。穴っぽこからこんにちは。よし、ありがとう、ありがとう、ありがとう。突然ですけど、最近気づいたことがあります。春先にのっこみの釣りをするつもりなら、車を決算期に買ったらいかんですね。私は中古で買った車が3月の車検だったので、決算期に買ってはいないんですが、今年の3月ちょうど車検です。のっこみの時期に限った話でもありませんが、現地で何があっても対処できるよういろいろな道具を車に積んでいますから、いつもと同じ車で行きたい。そんな時に車検だと困ります。あとは単純に車を持って行ったり取りに行ったり、その日がもしも畑だったら悔しいですよ。利根川の場合は自営業ということで、確定申告の資料も作らなければいけないので、もう若干忙しくなりつつあります。これが貧乏暇なしってやつですね。まだこれからって感じですけど。今のもずっと入りました。これからですね。宇田さんに並んだぜ。よーし、いい。連チャンじゃないの。連チャンですね。宇田さんは朝からやってたからね。そうですね。まあ、私も違う場所で朝からやってましたけど、でもここではお昼過ぎからですからね。マブラさん、マブラさん、よしよしよし、ありがとう、ありがとう、綺麗じゃないか。変な動きで食ってはいますが、さすがにこんなむにゅっとした動きでは食っていませんでした。餌を激グルニンニクにしてから釣れ始めましたが、果たしてニンニクが効いたのか、それとも柔らかめで作ってもまとまりのある感じ、餌が持っているから釣れたのか。今回利根川は後者なんじゃないかと考えてます。激グルニンニクは大和の小分けになっているグルテンですが、マルキューで言えばグルテン5とかノズリグルテン、つまりこの感じ、方向性、グルテンの繊維が強くて持つ餌といえば、これから発売になるもちグルなんじゃないでしょうか。前回の釣りフェスの動画で一見持たなそうでしたみたいな言葉を変なところで区切って、その言葉を回収せずにアップしてしまいましたが、現場に到着してすぐ約30分宙でぶら下がっている餌がありましたが、まだほわほわと残っていましたからね。一見持たなそうだけどめちゃくちゃ持つ、そう言いたかったんですよ。あの時は動画の公開時間が迫っててめちゃくちゃ焦ってたので、言葉がうまく紡げていませんでしたね。ここで一発引き誘い。今の引き誘いです。すいません。うん。お姉ちゃん、やめてよ。それもよく動画入ってるな。そうですね。今のは入ってしまいますね。それは自然に出たパターンだよ。いやー、この子は誘った後にやってまいりました。ありがとう、ありがとう。すいません。今度の動画楽しみにしてください。宇田さん、コタ釣れて向こう行ってる間に3匹釣ってるよ。いや、そうなんですよ。おかげさまで寄せてもらったやつがこっちに多分来て。続けてパタパタっと、続けてパタパタっと、まだ来た。もう来たよ。バクバクですよ。もうやめられないじゃない。もうそうですね。もうじゃあ、もう予定すぎてね。あ、そうですね。予定ここですもんね。無理で。じゃあ5つくらいいっちゃうかな。無理だろうなって思いながら。いや、これマブで、あ、これアッパーだ。これアッパーです、アッパーです。でマブですね。
いいんですよ。ありがたい。時間帯ですね。夕まずめでしょうね。この30分すごいよね。30分、そう、ここ30分ですね。5個目マブナさんはスレでした。ごめんね。食っていないこともありますが、今年に入ってこんなに魚が寄っているのは久しぶりです。前の日久しぶりに雨が降って、雨のせいか夜はそれほど気温が落ちなかったんですよね。なのでとてもいい釣り日和だったんでしょうけど、午前中は釣れなくて、午後はマブナと戯れて、この時期ヘラブナが来たら嬉しいですけど、マブナでも釣れてくれると楽しい。なんだか秋口から動画を作っているうちに気持ちだけが前のめりになり、ヘラブナを追い求めてしまって毎年辛くなってくるのがこの時期です。ちょっといろいろと疲れてしまったので、地元の慈恩寺親水公園でリフレッシュ。よーく見るじゃないですか。いい。そうなんですよ。ちょっと魚は遠巻きというかもういなくな。ちょっと魚は遠巻きというかもういなくな。もう釣ったよ。いなくなったかなと思ったら。いやー、マブラさんですね。ヘラと、いや、まあ、そうですよね。当たりが見られて。そうなんですよね。小さめですけどマブナさんが来ました。5匹目ありがとう。太陽の位置関係で逆光を避けて右から撮影していましたが、やっぱり左から撮るのが一番しっくりきます。はい、そうですね。はい、大丈夫です。この場所いろいろありがとうございました。はい、そうですね。パパッと釣って、ヘラ最後にそれ上がりベラで買いたいですね。楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。またよろしくお願いします。時刻は間もなく17時。みんな帰ってしまいました。利根川は一人ぼっちです。でもまだ釣りができるのにはびっくりしました。最近日が伸びたのを実感します。少し前はこのくらいの時間だと真っ暗でしたからね。1月も終わるので気づけば春になっていそう。飲みかけのカフェラテを片手にヒット。6時57分マブナさんゲット。こんなに慈恩寺でマブナといえども釣れるとは。あれ、小一個か。いや、マブナさんですね。マブナさんありがとう。本当に感謝です。雨で大増水した時ぶりの慈恩寺、ありがとう。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。のんびり釣りがしたくなった方は評価ボタンを押していってください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。